ご理解第5節。これまで神が物を言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても片瓶で願い捨てであろうが。それでも一心を立てれば我が心に神がござるからおかげになるのじゃ。生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。この方が祈るところは天地金の神と一心なり。生きた天地を生きた心と生きた教えによって、いわゆる生きた教学、天地の道理によって、天地金の神と一心になれる道を、教祖池上金光大臣は樹立された。昨日初めて人間が月の世界に第一歩を記した。まさに科学の勝利である。大変なる度胸と言えよう。その度胸は科学を信じ、人間の持つ力の限りの訓練によった賜物である。日々の修行により、神様の働きの間違いなさを体験するところから、不動の信念ができる。と同時に、神徳を科学する。または、信心を教学で分かれば、月の世界に行けるほどのことができる。信心の力も、教学して得られる道を教祖は教えられた。教祖は教学の対価であると同時に、それに対するたゆまざる修行修練を積まれ、天地の体徳を受けられた不正室のお方と言えよう。片瓶で願い捨てであろうかと教えておられます。その前にこれまでとおっしゃっておられます。いわば池上金光大臣様、教祖様ご出現の前までは片瓶の願い捨てであったわけですね。ところが教祖様ご出現によって片瓶ではなくなった。いわゆる双方向というのでしょうか。よく最近はテレビなどでも、テレビはそれこそ片瓶でしたね、昔は。今はこちらからもその返事ができる。神様にお伺いをする。そしたら神様からご返事をいただけれる。そういう信心の世界が教祖様によって開かれたというわけですね。神様からのメッセージをいただけれるようになったということだと思いますね。その神様のお心を分からせてくださる神様からのメッセージを感じれるようになると、私どもの心がどうなるかということですけれども、そこにはやはり安心の心がいただけれるということではないでしょうかね。昨日の続きですけれども、壊れた冷蔵庫の話ですけれど、昨日朝のうちにその修理のアパートの方が、修理の方ですが来てくださり、中に温度計を入れて、冷蔵庫の中の温度を測ってくださいました。それでこちらは菓子を使いますが60度以上あると、摂氏でいうと15度か16度以上ということでしょうか。だから冷えていないということになったわけですね。でもう15年近く使わせていただいておりますので、マネージャーに相談してみるということで、すぐまた戻ってこられまして、その新しいのに取り替えるということでした。それでおかげさまで新しい冷蔵庫になりました。またこれで10年は大丈夫だろうということで帰っていかれましたけれども、そのことを思うてみて、実は1ヶ月ぐらい前でしょうか、
冷蔵庫の中の電球が切れたのです。ドアを開けると電気がつきますね。あれがつかなくなった。玉が切れたわけですね。この15年の間に初めてのことでしたけれども、その時もあれ壊れたのだろうかと一瞬思いましたが、家内が中は冷えてるようだと、電球が消えただけみたいだということでしたので、電球だけ新しいのに変えさせていただいていたのですが、今にして思えばあれが前兆だったのかなと。よく胸知らせということを言いますけれども、神様が1ヶ月ほど前にもうそろそろこうなるぞと神様がお知らせくださってあったのだなと思わされた次第です。と同時にまた今朝目覚めさせていただき、タブレットを開かせていただきましたら、ある先生の訃報のお知らせが来ておりました。実はこれも数日前ですけれども、愛楽祭りですかのビデオを見させていただきました。もう30数年前のビデオですね。その中にある先生と、またその今朝訃報のお知らせをいただいたその先生と私と3人が、そのハワイから来た現地人ということで、そのフラダンスですかに加わっている映像があるのですけれども、そこを見させていただき、今頃この先生はどうしておられるかなと心を馳せていた、その矢先の出来事でした。これもまた神様が何か胸知らせというわけではありませんけれども、あらかじめ何か思わせてくださったのかなと今は思わせていただいております。そしてその冷蔵庫の完全に壊れる前に電球が切れたということ、そしてこのある先生がお国替えされた、その数日前にその先生のビデオを見させていただいていたというこの成り行きから、神様が前もって何かサインをくださってあったのだなと思いましたね。その時はそうとは気づきませんでしたけれども、神様の方は前もってサインをくださってあったのですね。してみると、冷蔵庫が壊れたのも、その先生がお国替えされたのも突然の出来事ではないということですね。神様があらかじめ計画をなさって、その神様の計画の中でのことだったということを分からされます。ですからだからこそ神様がそのサインをくださってあったわけですね。もしこれが突然のことであったならば、またどういうことであろうかと悩みもしましょうけれども、これも神様のご計画の中での出来事なのだと。神様のご計画の中での冷蔵庫の故障であり、神様のご計画の中でのその先生のお国替えであるということを分からせていただけば、なるほど、そうなのですか、これとても神様のご計画の中でのことなのですねと。その理由はまだ分かりませんけれども、神様のご計画の中で起こっていることには違いないということが分からされますね。
もうここは片瓶の願い捨てではない世界だと思いますね。神様の方が先回りをしてサインをくださる。神の計画の中で起こっていることなのだぞというわけですね。これはもうなるほどそうなのですねといただく心が、いわば心に安らぎが生まれてきますね。師匠が教えられた信心はこういう信心だと、そこにそれこそ和らぎ喜ぶ和の心もいただけてくるわけですね。そしてまたそういう信心にご縁をいただいているという喜びもまた生まれてくるのかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。